世界のジャパンチャンネルへようこそ。地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指す脱炭素社会。その中でもとりわけ二酸化炭素削減が一番の課題となっていますが、その実現に向け世界ではバッテリー式電気自動車 BEV にシフトする動きが加速しています。今回は世界のトヨタが作った電気自動車に関する話題をご紹介します。電動車のフルラインアップ化の一環として2025年までに BEV を15車種発売する計画を掲げているトヨタ自動車は2021年4月19日中国で開幕した上海モーターショー2021において BZ4X を初公開しました。BZ とはビヨンドゼロの略で、単なるゼロエミッションではなく、それを超えた価値を顧客に提供したいという思いが込められています。日本はもちろん、中国やアメリカ、ヨーロッパなど BEV の需要や再生可能エネルギーによる電力供給が多い地域で、多くのユーザーに受け入れてもらうことを目指すとしていました。ちなみに、2020年1月から12月までのバッテリー式電気自動車BEV とプラグインハイブリッド車 PHV と PHEV は世界全体で312万4793台販売され、前年比はなんと 41.4% 増。モデル別ランキングを見てみると、第3位がフランス、ルノーゾエで10万431台。第2位が中国、ホングワンミニ EV の11万9255台。そして第1位がアメリカ、テスラモデル3で36万5240台となっています。日本製は日産リーフが第7位、三菱アウトランダー PHEV が第19位となっていたものの、どちらも前年比マイナス 20% を超え、2019年度に比べ大幅に落ちる結果となっていました。BEV が海外市場で大きく売り上げを伸ばし、日本メーカーがランキングから追いやられ、特にトヨタは世界中で電動化が急激に進む100年に一度の変革期において完全に出遅れたと囁かれていました。シェアを失いつつあるとも言われていた中、BZ4X を初公開した動きは、ついにトヨタ自動車も BEV に乗り出したと世界から注目を集めたのです。そして2021年10月29日には BZ4X の全貌を発表。1回の充電で走行可能な距離である航続距離は最長約 500km で、これは先日した2020年の販売台数1位を記録したテスラモデル3や日産自動車のアリアに迫る長距離です。開発担当者によると、ただ航続距離を伸ばすのではなく、長年の電動車のノウハウを生かした部分でトヨタらしさを出すと語り、電池寿命や安全性の高い制御システムで特色を出したとのことでした。空力性能の追求、ボディユニットの軽量化に加え、ヒートポンプ式エアコンやシートヒーター、ステアリングヒーター、全席乗員足元の輻射ヒーターを採用し、冬場の暖房による消費電力を抑制しました。トヨタ BZ4X の発表を受け、海外の人々からは驚きの声とともに、たくさんの喜びの声が寄せられていました。まとめてご紹介していきましょう。海外の反応。かなり強気な見た目だね。でもいい意味で RAV4 とはかなり違う。トヨタは信頼性抜群だからめちゃくちゃ楽しみにしてるよ。自分にとっては走行距離がかなりの要因を占めてるな。これはさすがトヨタといったところだね。なんだかんだ準備万端だったのでは？ついに来たか。トヨタが EV に参入するのをずっと待ってたぜ。トヨタが本気で EV を作ったらどうなるのか、やっとこれではっきりするぞ。リアエンドのデザインはあまり好きじゃないけど、メルセデス・ベンツよりはいいな。RAV4 プライムが人気すぎて生産数が足りないのに EV を作れるんだろうか。
ようやくトヨタが完全な EV を出したんだね。これは期待が大きいな。デザインがシャープだし、品質はおそらくトヨタクオリティだろうね。スペックを確認するのが楽しみだ。このニュースを聞いちまったら、当面テスラを買うのは延期だな。ノーズのデザインは EV の中で一番かっこいいと思う。ヘッドライトとボンネットの形状もいいね。スバルがどう扱うのか楽しみだ。インテリアも EV の中で一番いいと思う。ダッシュボードのレイアウトや機器の配置がかっこいいだけじゃなく、すごく機能的だ。これはかなり売れるぞ。どういう事情があるにせよ、いよいよ主要ブランドが EV に飛び込んできたんだな。ガソリン車やディーゼル車は今後みるみる減っていくだろう。テスラ3の価格をすぐに安くしないとやばいんじゃないかな。EV っていうか、純粋にトヨタが作った車の中でも特にかっこいいよね。確かにいい車だけど、一般庶民が買える値段になるのだろうか。これは私の愛車のラブ4ハイブリッド2020年モデルによく似てる。次に買うトヨタ車はこれになるかも。なかなかの好印象だね。これはかなり納車待ちが長くなりそうだ。見た目がシャープだな。モデルのロゴもすごくクリエイティブ。やっと EV を作ってくれたトヨタに感謝だわ。素晴らしくハンサムな車だわ。私は長い間この瞬間を待っていました。テスラの株を売ってトヨタ BZ を買うのが待ちきれないよ。電池のリユースとリサイクルのエコシステム構築にも期待しています。組織の単純な他社はそこが不安要素なので。トヨタは EV 分野に遅れた分、洗練されていて信頼性があるものだといいな。ちなみに2004年のプリウスは未だに力強く道路を走ってるよ。以上が海外の人々の反応でした。とても多くの期待が寄せられていることがコメントからひしひしと感じられましたね。トヨタが培った世界的信頼度はとても大きいようです。そんな中、2022年5月12日、満を持して BZ4X の販売が開始されたのですが、残念ながら世界が寄せた信頼に 100% 応えられる形にはならなかったようです。ここからご紹介していきましょう。先述した通り、トヨタの次世代バッテリー EV BZ シリーズの第1弾として登場した BZ4X。アメリカと日本で2022年春から販売開始されたものの、アメリカユーザーからの報告で、急旋回や急制動の繰り返しなどによってボルトが緩み、最悪の場合、タイヤが脱落する恐れがあるという重大な不具合が発覚。トヨタでは販売中止とともに車両の使用を控えるように情報発信し、日本でも2022年6月23日にリコールが発表されました。その後、トヨタ自動車は異例ともいえる3ヶ月以上という長い期間をかけて原因の究明と解決策を探り、2022年10月6日に具体的な対策を発表。ボルトに緩みが出る理由として、ホイール側の接触面の精度が規定通りでなく滑りやすかったとし、これは高いトルクの車ではあり得ることで、EV であることがリコールの要因ではないと述べました。問題の再発を防ぐため、改善済みの体制にて生産が開始されたものの、トヨタ史上最大の失敗作だとも評される結果となってしまったのです。さらに、EV 先進国と言われるノルウェーの EV 専門メディアは、BZ4X について独自に性能検証を行ったところ、カタログスペックが航続可能距離540キロだったのに対し、実際に走ることができた距離は407キロであると報告。その上、エアコンの温度を20度に設定して走行したところ、297キロまで減ったとし、トヨタの電気自動車は期待外れだったと酷評を発表していました。世界のトヨタが培ってきた信頼度が絶大だったがために、寄せられた期待が大きすぎたと言えるのかもしれません。しかし、期待に応えられないまま終わるトヨタではありません。現在、トヨタ自動車は EV 戦略の大幅な見直しを行っているようです。
2021年11月に発表した2030年までに電気自動車を30車種という計画の一部。具体的には EV 版のクラウンやコンパクトクルーザーの開発はストップしたと報道されているのです。今回取り上げた BZ4X の話題は、トヨタだけが BEV に失敗してしまったかのように聞こえてしまいがちですが、トヨタに限らず EV はまだまだ発展途上。電池の性能や制御機能の優劣はもちろん、そもそも BEV が本当に二酸化炭素の削減につながるのか問われる箇所も多いのが現実です。例えば、走行時に CO2 を排出しなくとも、電気自動車のモーターを駆動させるためにバッテリーに蓄える電力は、日本では約 80% が火力発電によって作られたもので、その火力発電所からは CO2 が排出されています。未来はバッテリー式電気自動車一択ではなく、ハイブリッドやプラグインハイブリッドの性能向上や燃料電池車、さらには水素エンジン自動車など様々な選択肢があり、トヨタが目指すのはそれらすべての可能性を捨てないマルチパワートレイン戦略なのです。最後にトヨタ自動車の社長を務める豊田章男氏のスピーチを抜粋してご紹介します。何が正解かわからない時代、一つの選択肢だけで全ての人を幸せにすることは難しい。だからこそトヨタは世界中のお客様に多くの選択肢を準備したい。そのために電気自動車もハイブリッドカーも水素で走る自動車も全ての選択肢に本気で全力で取り組んでいます。ガソリン車ではその信頼性、その後はハイブリッドの市場投入によって自動車業界に革命を起こし続けてきたトヨタ自動車。先行きが不透明になりつつある世界の BEV 化にぜひとも革命を起こしてほしいものですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。